皆さん、こんにちは。森です。今日のテーマは、日本での引っ越しです。新しいアパートに住むとき、知らないことがたくさんあります。家賃、契約、電気、ガス、ゴミの曜日。小さいことでも、初めてなら不安になります。この話では、引っ越しの流れをゆっくり聞きます。日本語は N4 の勉強に合わせています。でも、生活の中で本当に使う表現も入れます。今日は中村さんに来てもらいました。中村さんは去年一人でアパートを買えました。よろしくお願いします。少し恥ずかしい話もあります。そういう話の方が聞いている人には役に立つかもしれません。そうですね。綺麗な話だけでは、引っ越しの大変さはわかりません。まず、引っ越しをしようと思った理由から聞かせてください。前の部屋は駅から遠くて、毎朝とても疲れていました。雨の日は、駅に着く前に靴が濡れてしまいました。それで、もう少し駅に近い部屋を探すことにしました。毎日のことだと5分の違いも大きいですね。本当にそうです。時間だけではなく、気持ちも楽になりたかったです。では、部屋探しから順番に聞いていきましょう。最初に、どんな部屋を探していましたか？駅に近くて、家賃が高すぎない部屋を探していました。でも、駅に近い部屋は、やはり家賃が高かったです。便利さと家賃のバランスを考える必要がありましたね。そうなんです。安い部屋を見ると、今度は駅から遠くなりました。スマホで写真を見ても、部屋の感じはよくわかりませんでした。写真と本当の部屋は、やはり違いましたか？はい。写真では明るく見えた部屋が、実際には少し暗かったです。反対に、写真では普通だった部屋が、見に行くと静かで良かったです。見に行く前に決めてしまうのは少し危ないですね。そう思います。写真だけで決めない方がいいです。部屋探しの時、私は予算を紙に書いておきました。どんなことを書いておいたんですか？家賃、駅までの時間、買い物をする場所です。あと、洗濯機を置く場所があるかも見ました。生活を始めてから困らないように、先に確認することが大事でしたね。はい。でも、その時はまだ甘かったです。甘かったというのは、どのあたりですか？初期費用を、家賃だけだと思っていました。実際には、敷金や礼金など、他にもお金が必要でした。日本で部屋を借りるとき、そこは大事ですね。知らないまま行くと、店でとてもびっくりします。聞いている人も、そこはメモしておいた方が良さそうです。本当にそうです。最初のお金は、少し多めに考えた方がいいです。では、実際に部屋を見に行った日の話に進みましょう。初めてそのアパートに行ったとき、何が一番印象に残りましたか？駅から歩いて10分くらいで、道がわかりやすかったです。前の部屋よりずっと近く感じました。毎朝通うなら、その近さは大きいですね。はい。駅に近いだけで、生活が楽になると思いました。
部屋の中はどうでしたか？広くはありませんでしたが、窓が大きくて明るかったです。床もきれいで、前の人が大ごとに使っていたようでした。部屋が広いかどうかだけでは決められませんね。そうですね。明るさや音も、とても大事だと思いました。音というと、外の車の音ですか？それもありますが、隣の部屋の音も気になりました。壁が薄いと、夜に眠れないかもしれません。生活してから気づくと、変えるのは大変です。そうです。だから、部屋を見るときは、少し静かにして音を聞きました。キッチンやお風呂も確認しましたか？もちろんです。キッチンは小さいけれど、一人なら十分でした。お風呂は少し古かったですが、きれいに掃除されていました。古いことと汚いことは同じではないですね。本当にそう思いました。古くても、大切に使われている部屋はあります。その日にすぐ決めたんですか？すぐには決めませんでした。近くのスーパーまで歩いてみました。帰り道に、夜の道は安全かどうかも考えました。部屋だけではなく、中の空気も見ていたんですね。はい。住む場所は、部屋の外も大切です。部屋を決めた後、契約は大変でしたか？思ったより大変でした。書類が多くて、読むのに時間がかかりました。契約の言葉は普段の会話より難しいですね。そうです。わからない言葉は、その場で質問することにしました。恥ずかしがって聞かないと、後で困ると思ったからです。聞くことは失礼ではありませんね。はい。店の人も、ゆっくり説明してくれました。特に覚えている説明はありますか？退去する時の掃除のお金について説明されました。入る時だけではなく、出る時のお金もあると知りました。そこは知らないとびっくりしますね。本当にそうです。契約書は、急いで読まない方がいいです。印鑑や住所の確認もありましたか？ありました。名前や住所を何度も確認しました。小さい間違いでも、後で手続きが止まることがあります。それは生活に直接関係しますね。そうです。電気やガスの手続きにも住所が必要でした。契約が終わった時、どんな気持ちでしたか？嬉しかったですが、まだ安心できませんでした。鍵を受け取る日まで、やることがたくさん残っていました。部屋を決めても、引っ越しはまだ続きますね。むしろ、そこから忙しくなりました。では、準備の話に入りましょう。準備の時に、自分のものの多さにびっくりしました。引っ越しは、物を見る時間でもありますね。準備は何から始めましたか？まず、使わないものを段ボールに入れました。冬の服や古い本から片付けました。毎日使うものを先に入れると困ってしまいますからね。その通りです。最初の日に歯ブラシを入れてしまいました。それは小さいけれど、すぐ困る失敗ですね。それから、毎日使うものは最後まで出しておくことにしました。段ボールは足りましたか？足りませんでした。
思ったより荷物が多かったです。夜になってから近くの店に段ボールをもらいに行きました。もっと早く用意しておけばよかったと思いましたか？はい。段ボールは多めに用意した方がいいです。少ないと重い箱ばかりできてしまいます。友達に手伝ってもらいましたか？友達に頼みましたが、急には来られませんでした。だから、予定を早めに伝える大切さがわかりました。手伝う人にも準備する時間が必要です。そうです。自分だけの予定ではないんですよね。引っ越し屋は使いましたか？大きい家具だけ、引っ越し屋に頼みました。小さい荷物は、自分で少しずつ運ぶ予定でした。でも、それは思ったより大変そうです。本当に大変でした。小さいものも、集まると重くなります。引っ越しの前からかなり体力を使っていましたね。はい。引っ越しの日の前に、もう半分疲れていました。引っ越しの日は朝から忙しかったですか？朝からとても忙しかったです。まだ閉めていない箱がありました。引っ越し屋が来る前に、急いで最後の荷物を入れました。最後に残るものほど必要なものだったりしますね。そうなんです。充電器や薬を探して、何度も箱を開けました。天気はどうでしたか？午後から雨が降りそうだったので、午前中に運びたかったです。でも、予定より時間がかかってしまいました。引っ越しの日は予定通りに進まないことが多いですね。本当にそうです。エレベーターが混んでいて、荷物を待つ時間が長かったです。新しいアパートに着いたとき、まず何をしましたか？まず、床が傷つかないように、古い布を敷きました。それから、大きい家具を置く場所を決めました。先に場所を決めないと、後で動かすのが大変です。はい。冷蔵庫は特に重いので、何度も動かせません。何か予定外のことはありましたか？ありました。洗濯機のホースが短くて、水道まで届きませんでした。それは、その場で気づくと困りますね。近くの店まで買いに行きましたが、雨が降り始めました。濡れたまま帰ってきて、少し笑ってしまいました。大変なのに、少し笑える場面ですね。そうです。今なら笑えますが、その時は本当に疲れていました。その日の夜は、ちゃんと眠れましたか？眠れましたが、部屋の中はまだ段ボールだらけでした。新しい部屋なのに、キャンプをしているみたいでした。新生活の1日目らしいですね。はい。疲れていましたが、少しワクワクしていました。ここから生活を整える時間が始まりましたね。その通りです。荷物を運ぶより、生活を作る方が時間がかかりました。では、次は電気やガスの話を聞きましょう。電気やガスの手続きは先にしておきましたか？電気は先に申し込んでおいたので、すぐ使えました。でも、ガスは人が来て確認しなければなりませんでした。お風呂や料理に関係するから大事ですね。そうです。予約の時間まで、外に出られませんでした。
待っている間、何をしていましたか？箱を開けながら必要なものを探していました。ただ、どの箱に何を入れたか、あまり覚えていませんでした。箱に名前を書いておいた方が良さそうです。本当にそうです。台所、服、本と書けばよかったです。インターネットはすぐ使えましたか？いいえ。インターネットは週間くらい待たなければなりませんでした。その間は、スマホだけで調べ物をしていました。家にインターネットがないと思ったより不便ですね。はい。地図も店の時間も、全部スマホで見ていました。ゴミの出し方はすぐわかりましたか？それが、一番わかりにくかったです。燃えるゴミの日と、缶を出す日が違いました。日本のゴミのルールは町によって違いますね。そうです。前の町と同じだと思って、間違えてしまいました。間違えたとき、どうしましたか？管理人さんに聞いて、紙の表をもらいました。その表を冷蔵庫に貼っておきました。毎日見る場所に貼るのはいい方法ですね。おかげで、その後はあまり間違えませんでした。新しいアパートの近所はどんな感じでしたか？静かで、夜も歩きやすい場所でした。近くにスーパーと薬の店があって、とても助かりました。生活に必要な店が近いと安心できますね。はい。仕事で遅くなった日も、帰りに買い物ができました。隣の人には挨拶しましたか？引っ越しの次の日に、隣の人に挨拶しました。小さいお菓子を持って行って、少し話しました。最初に話しておくと少し安心できますね。そうです。音で迷惑をかけたら、すぐ言ってくださいと伝えました。その一言があると相手も言いやすいかもしれません。私もそう思いました。近所との関係は、静かな生活に大切です。新しい町で最初に気に入った場所はどこですか？駅の近くの小さいパン屋です。朝早くから開いていました。引っ越しで疲れていた朝、そこでパンを買いました。住の中に自分の場所ができた感じですね。そうですね。その店を見つけてから、少し町が好きになりました。駅までの道には慣れましたか？最初は地図を見ながら歩いていました。でも、1週間くらいで、何も見なくても行けるようになりました。新しい道に慣れると生活が少し軽くなりますね。本当にそうです。朝の不安が少なくなりました。前の部屋と比べて一番変わったことは何ですか？帰る時間が短くなって、夜に少し料理をするようになりました。前は疲れて、コンビニで買うことが多かったです。新しい生活に慣れるまでどのくらいかかりましたか1ヶ月くらいかかりました。最初の週は、毎日何かを探していました。ハサミ、タオル、薬、充電器。小さいものほど見つかりません。生活に必要なものはなくなってから気づくことがあります。そうですね。だから、必要なものを一つの箱にまとめればよかったです。部屋の片付けはすぐ終わりましたか？いいえ。
仕事から帰って少しずつ片付けました。全部を1日で終わらせようとすると、かなり疲れます。無理をしないで続けることも大事ですね。そうです。毎晩一つの場所だけ片付けることにしました。部屋が少しずつ変わっていく感じはありましたか？ありました。段ボールが減ると、部屋が自分の場所になっていきました。カーテンをつけた日、やっと住んでいる感じがしました。カーテンだけで部屋の感じは大きく変わりますね。はい。外から見えないので、安心して休めるようになりました。一人暮らしで前よりできるようになったことはありますか？料理をする回数が増えました。簡単な味噌汁なら作れます。洗濯物も天気を見て早めに干すようになりました。小さい習慣が生活を作っていきますね。そう思います。引っ越しは部屋だけではなく習慣も変えました。今、引っ越し前の自分に一つ言うなら何と言いますか？急がなくていいからリストを作っておいてと言います。頭の中だけで考えると必ず何かを忘れます。聞いている人にもその言葉はかなり役に立ちそうです。引っ越しは力より準備が大事だと思います。中村さん、今日の話をありがとうございました。こちらこそ聞いてくれてありがとうございました。引っ越しは部屋を変えるだけではありませんでしたね。お金、契約、荷物、電気、ガス、ゴミのルール。一つ一つは小さく見えても、生活には全部つながっています。私も引っ越してからそれに気づきました。前は近い部屋なら大丈夫だと思っていました。でも、住みやすさはそれだけでは決まりません。今日の話には N4 で大切な形もたくさん出てきました。例えば、手置く、ことにする、ようになる、かもしれない。文法として覚えるだけでなく、生活の場面で聞くことが大切です。引っ越しの話なら、言葉の意味も覚えやすいと思います。皆さんは引っ越しをしたことがありますか？または新しい地に住んでみたいと思いますか？今日の話で難しかった言葉があればコメントで教えてください。部屋、契約、手続き、ゴミのルールなど、どの言葉でも大丈夫です。私の失敗も誰かの役に立てば嬉しいです。次は少し速いスピードでも聞いてみたいですか？また、他の生活テーマも作っていきます。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。耳で何度も聞くと、言葉は少しずつ自然に入ってきます。焦らず、今日の話をもう一度聞いてみてください。引っ越しの場面を思い浮かべながら聞くと、わかりやすいです。それでは、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。